農業っていう仕事びっくりしたんだよね。僕初めて農業やって、これはね消費者に伝えないといけない。だから僕はね農業の通訳者ですっていうのが僕の仕事なんです。1000平米の田んぼからお米がね大体ね500キロ取れるんですよ。僕がびっくりしたのは500キロ取ったらね翌年も500キロなんですよ。でその翌年は450キロになったりね、で天気が良かったら550キロになったりね。なんだろうと一生懸命努力して記録してどうやっても売り上げが上がってくる。で20歳が作っても50歳が作っても一緒の金額なんです。そんなこと他の産業で考えられますか？年とともに収入が上がってくるのが当たり前じゃないですか。でまたもう一つ驚いたのは1000平米で500キロ取れるでしょ。ところが1000平米で、その最高に取れると1トン取れるんですよ。だから1トン取れたら翌年はゼロになっちゃう。農業っていうのは基本的に収入が生産量を上げて収入を増やすという仕組みになってないっていうことと、とことん1トンを取ってしまうとその土地に積み重ねていった知力を全部収奪してしまうという。だから第一次産業っていうのは第二次産業とか第三次産業とか全然別のものなんだ。だから他の考え方で発想しないといけないんですよということを消費者に伝えたい。だから僕はそういう意味では農業の通訳者っていうかな、そういうことになるということでこういう店を始めた。復興っていうのはさ、人が住まないという復興にならないじゃないですか。人が住むっていうのはさ、そこに経済活動が成り立たないとどうしようがないね。物を生み出したり販売したりね、それを買ってあげたりっていう形の社会ができないとどうしようもない。あそこで一生懸命ね魚を取って昆布を取って、そしてそれを東京へ売ろうとしても東京の人たちは三陸産を買ってくれますかね。放射能の恐れがあるんですよ。風評被害で今日もさっき来てた生産者なんかはね、お米が東京へまでずっと売ってたのに全然売れなくて230万の赤字を出した、ね、ところがこれは東電が保証してくれない。で結局三陸は水産業しかないじゃないですか。そこが水産業で同じくわかめや昆布取ったり魚を取って東京の人が食べてくれますか。ちっちゃなお店をやったり、ね、ちっちゃな自分たちで工夫してものを作ったりしてるよと。うちで買い上げて彼女らの生活の足しにならないかなと。今までね三陸と内陸っていうのは全然交易がないんですよ。三陸で取れたものは全て築地に行ってたんですよ。で三陸で取れたものは大体ね冷凍庫ある商社が全部買い占めて、で築地で売りさばいてた。岩手のものを岩手の中で循環させる、ね、
そういうために僕らは何をしないといけないかっていうことを一生懸命考えてる。東京の人がさ、三陸の水産物を買ってあげる義理なんかないわけですよ、ね、君たちだって今度子供ができたらさ、ね、子供のために放射能汚染のない日本海側の、ね、海産物を買いますよ。山菜とかキノコとか、ね、そういうふうな一番放射能が現れやすいそういうものは岩手の食文化なの。これはやっぱり50過ぎの人たちがこれからいくら食べてもがんになる可能性が少ない人たちが食べて、そういう食文化を守っていこうっていう運動をしてる。海藻とかなんかは危ないってもう東京では全然言ってるわけですよ。でところが海藻っていうのはね、根っこは岩に張ってる。でそこでゆらゆらと揺れてる。水の中で栄養分を取ってるわけです。だからセシウムとかなんかは下へ落ちて泥の中には来てるけど、海水はきれいなの。そういう意味では海藻にそんなにセシウムは吸収されてない。ましてホヤとか貝とかっていうのは吊るして養殖してる。だから別に問題はない。だけどやっぱり危険性はある、で子供にはやっぱり食べさせたくないなっていう親の気持ちは十分に分かる。生産者は農政っていうね、一番政治が主導権を握ってる。だから行政の言うことはよく聞くわけ。ところが市民の方は500ベクレルの基準があっという間に100ベクレルに下がったりとかね。でさまざまな今までの食の安全安心の問題で行政がコロコロ変わってる、ね、市民は行政を信頼してないわけですよ。だからそういう意味では生産者と消費者の間で行政の見方っていうのはギャップがものすごくある。で検査っていうのはどういう検査をしているかというと、100ベクレルっていうのが国の基準なわけだ、ね、そのうちの50ベクレルをちょっと超えたらやばいっていうことで精密検査をするわけで、その50ベクレルが超えるか超えないかっていうのを何で判断するかっていうと、25ベクレルっていう基準で判断する。だから25ベクレルではなくてひょっとしたら24ベクレルかもしれない、ね、ということを市民が疑ってるわけです。で生産者の方は生産者の方で行政が、ね、ND だと不検出だって言ってるから絶対問題はないと言ってる。だから行政の証明書をもらって私は出荷してますよと、ね、で市場もそうです。市場も農協が測ってうちへ出してきてますからそれは大丈夫です。でみんなそれで流通してるわけです。でうちはそれも危ないと思って全部測ってます、ね、そうすると子供の親たち、またこれから子供を持った妄想とする若い女性たちはできるだけ放射能ないものを食べたいっていうのは当たり前のことだよな。だけどそういう意味では生産者の思いと消費者のギャップっていうのは確実にあります。岩手県内でもそういうギャップがあるんだから、東京の人が縁もゆかりもない岩手のものを、可能性があるものを食べようなんていうのは多分誰も思わないと思うんですよ。安かったら食べようっていう話ですよ。検体を入れる計測器、計測器であれ240キロある。だから思ったらびくともしない。
であの中にこういうね容器の中に検体を入れて、でここ真ん中に穴開いてるでしょ。これを検出器があってスポッとこう入れる。でその中から出てきてる放射能を測ってパソコンの中でクラークしてる。でパソコンと検出装置がセットになって330万する。でそれにこの建物を建てて温度コントロールをしたりして、大体400万ぐらいかかってる。それを80万ずつ5人の人が足し合って作ってる。で今これ行政が全部タダで測り始めたんで、これで測定業という価値がなくなって、市民の人が例えばよそから福島からわらびをもらったとか、ね、北関東の栗を送ってくるとか、そういうのをあと例えばこの山菜を栃木の子供に送ってやりたいけど大丈夫かしらとか、そういう市民の不安解消のために利用してくれというふうな市民測定をやってる。500円で1検体1000円でね。でメール会員になると500円。メール会員っていうことはいろんな情報が流れますよと。で情報をどんどん流していって受け取る人を増やすということと、その放射能に対する勉強会とかね、その知識を増やしてもらうっていう、そういうことをテーマにしながらやってもらう。グローバルな世界へ飛び出す人間を、若い人たちを育てるっていうのは国の教育方針ですよね。君たち大学でそういうことを習ってこなかったか、だけど本当はね、地域に根ざして暮らしていくっていうね、これから多分外へ出ていったりなんかしていくことが多分大きな資本主義経済の拡大経済に飲み込まれていく。拡大っていうのは絶対続いていかないんだから。日本がね壁にぶち当たって、だからみんな外へ出ていってるわけですよ。そういうね外へ出ていかないといけないような仕組みの中で、これから君たちがひょっとしたら壁にぶち当たるかもしれない。壁にぶち当たった時は何を考えるかって言ったら、やっぱり地に足をつけてどうやって生きていったらいいだろうかという、そこの中で地域の人たちときちんと関係性を結んで、こういう自然も循環型、人も循環させる、経済も循環させる、そういうふうな発想の中で生きていくってことが多分原点なんじゃないかなというふうに僕は思うんですけどね。三陸にね10メーターもするような防波堤を立ててですよ、人を守るんではなくて、あそこの海辺にですね、半農半漁、漁業をしながら農業をやるっていう、で自給自足的な農業をやりながら、ね、自分のあそこの砂浜を持っている、そういうふうな暮らしをしてもいう若者がどんどん出てきても面白いんではないかなというふうに思う。